今回も引き続き、パラサイトバイオーム浄化作戦をやっていきます。今回は、以前作ったモグラバプールの中にある、寄生虫モッドによって生成された構造物や、幹線ブロックに変化してしまった、建物群を破壊していきたいと思うのですが、その方法として、ワールドイーター、と呼ばれるものを使っていこうかと思います。突然ですが、皆さん、ワールドイーター、ってご存知ですか？知らない人のために、説明すると、平たく言えば自動露天掘り機です。TNT を投下しながら自動で進んでいくフライングマシンと、水抜きを自動で行うフライングマシン、2つのフライングマシンが連携することにより、自動露天掘りが実行されます。以前の動画で、20チャンク四方分、敵が湧かないような地帯を作りたい、とお話ししましたが、今回はこのワールドイーターを使って、20チャンク四方分のパラサイトバイオームを、ぶっ壊していこうかと思います。ワールドイーターは、作業系マイクラ動画投稿者さんたちが、よく作っているのを見かけます。天空トラップタワーなどの湧き効率を最大にするために、数十チャンク四方、全部岩盤まで露天掘りして、地上の脇を抑えるために使ったりされてますので、検索してみればいろんなワールドイーターの動画が出てくると思います。岩盤の上では敵は一切湧きませんからね。さあ早速作っていきましょう。トハエ20チャンク、つまり、一辺320マス分のワールドイーターを作るのは、収録の失敗や組み立ての失敗からの復旧が大変そうなので、まずは1辺80マス分のワールドイーターを1台作っていきます。それを4台作り、合計320マス四方分の露天掘りを行っていきましょう。ちなみに、今回は細かい組み立て手順の説明は、すごく長くなるので、省略させていただきます。もし自分もワールドイーターを作ってみたい、なんていう推挙な人がいたら、一つアドバイスできることとしては、マイクラのレッドストーンの仕様である、準接続、ブロックアップデート、この2つはある程度理解しておく必要があります。ウップ主は初めはこの2つの仕様を理解していなかったので、思いがけないところでピストンが動いたりして、テスト段階で装置がめちゃくちゃになったり、何回も作り直したりしました。また、すみませんが、今回の動画でこの2つの仕様を説明することはしません。2つともなかなかややこしい仕様で、ウップ主も完全に理解できているかはちょっと怪しいですどのピストンが準接続によって信号を受け取っているか、どこにブロック破壊やブロック設置があると、ブロックアップデートになるのか、そういうことに注意しながら、装置を組み立てていく必要があります。また、今回は RL クラフトのパラサイトバイオームで、ワールドイーターを作動させるということで、通常のワールドイーターとちょっと違っている部分があります。通常では TNT による地形爆破の高さと、水抜き用のフライングマシンの高さを揃えます。地形破壊を進めている時に、途中で水源があると、その部分は、TNT で破壊できません。なので、池や水たまりなどの水源があるようなところでは、TNT によって周りの地形を破壊して、残った水源を水抜きマシンによって抜いていく、といった流れをルーティンにして進行していく必要があるので、TNT の地形破壊の高さと水抜きマシンの高さを合わせる必要があるのです。と、ウップ主は理解しています。しかし、以前の動画で作ったこのモグラバプールのモグラバは、水源と違って液中でも爆破によってブロック破壊ができるので、通常のワールドイーターのように、水抜きと TNT 爆破の高さを合わせる必要がありません。なので今回はこのように、地形爆破の高さを水抜きよりも下げて、そこよりも高い位置で水抜き、というよりもモグラバ抜きをやっていこうかと思います。この形にすることで、一つメリットがあります。それは、液中の構造物を先に爆破し、その後に上から順にモグラバを抜いていくことで、常にモグラバが地表を覆った状態をキープできます。つまり、パラサイトバイオームの湧き潰し状態を、キープしたまま、ワールドイーターによる、パラサイトバイオームの構造物爆破を実行できる、というメリットです。以前の動画でもお伝えしたように、水源などの上空には寄生虫は湧きませんでしたね。当然モグラバの中にも湧かないので、
寄生虫を沸かせることなく作業を続行できます。また、パラサイトバイオーム内では、石や土などのブロックはこのように幹線ブロックに変換されていきます。ワールドイーターに使われている、スライムブロックやガラス、ピストンやレッドストーンブロックなどは、変換されないようですが、なぜかオブザーバーは幹線ブロックに変換されてしまうようです。これを防ぐために、こちらのバイオームピュリファーというものを使っていきます。こちらのブロックを設置すると周囲30ブロックくらい、幹線ブロックへの変換を防いでくれるようです。こちらを設置しておけば、オブザーバーも、幹線ブロックに変換されることはありません。ちなみにこのバイオームピュリファーは、バイオームの浄化、つまりバイオームの ID を、パラサイトバイオームからプレーンに変更する機能も持っています。なので最終的にはこちらを使って20チャンク四方のバイオーム ID をすべて、プレーンに変えていこうかと思っています。まあ通常のワールドイーターと違うところはこんなところでしょうか。さあ、なんやかんや説明してたら、ちょうど1台完成したみたいですね。早速動かしてみましょう。ワールドイーター1号機、GO。順調に前進していますね。TNT が折り返し地点に来ました。折り返し装置により、逆方向に折り返していきます。水抜きマシンも同様に折り返していきます。TNT フライングマシンがスタート地点に戻ってきました。水抜き用フライングマシンが戻ってきたら、それに連動して、再度 TNT フライングマシンがスタート。ここまでが一連の動きです。この一連の動きに問題なければ、ワールドイーターの組み立て自体には、問題がなかった、と判断できるでしょう。あとはこのように自動で何度も往復させ、マイクラを放置します。ちなみに、ワールドイーター作動中、プレイヤーであるウップ主は、このように高いところで、固定キー機能でシフトを押しっぱなしにして、スニーク状態を維持したままにして、マイクラを放置していました。以前の動画でお伝えしたように、RL クラフトではスニークによって、索敵範囲をかなり減少させることができます。たまに確認していましたが、敵に襲われたりするようなことは、一切ありませんでした。ワールドイーターは、オーバーワールドであれば、岩盤層まで露天掘りしていくことも可能です。しかし、ここロストシティでは、海面の高さである、Y 座標63の高さでワールドイーターの稼働を、ストップさせることにします。なぜなら、ロストシティは、このように岩盤層が、海面の高さまで到達しているところが多数あるような、特殊な地形をしているからです。なので、海面より下まで地形破壊したくとも、ここロストシティではそれができないのです。ちなみに、RL クラフトでは、バニラより効率的に岩盤を破壊する方法があるのですが、それはまたの機会にでもご紹介します。さあ1台目のワールドイーターに割り当てられた、80マス分の爆破作業が完了しました。先ほどお伝えしたように、このように残った地面の部分はほとんど、岩盤になっています。
他は湖か海の部分です。さあ2台目も同じように、稼働させていきましょう。2台目も問題なく動作完了しました。次は3台目ですが、横80マス分のワールドイーターが、問題なく稼働することが分かりましたので、次は倍の、横160マス分のワールドイーターを作り、残りの部分をまとめて処理していこうと思います。横160マス分のワールドイーターを作っていきます。もうこの時点ではだいぶ制作作業に慣れ、160マス分のワールドイーターは、だいたい2時間ちょっとくらいで制作完了しました。問題なく制作完了。ではワールドイーター3台目、GO!3台目の稼働も終了し、一通り爆破作業が完了しました。このように、パラサイトバイオームに生成された、不気味な植物も、感染したブロックの建物群も、すべて爆破し、まっさらな土地になりました。数分程度うろついてみましたが、とりあえず敵には遭遇しないようです。ただ、まだ湧き潰しが完全でない箇所もあるので、次回はそういった箇所をモグラバなどで湧き潰し、いよいよ聖域のモニュメントになる、何か記念碑的なものを作っていこうかと思います。もしよろしければチャンネル登録と、この動画が参考になったり面白かったりしたら、高評価ボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。